皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、石丸伸と再生の道について解説していきます。石丸伸二氏は前回の東京都知事選挙において再選を果たした小池百合子氏に次ぐ第2位となりました。東京都知事選挙においては、知名度という点では当初、国会議員であった蓮舫氏の参戦により、1位、2位が小池百合子氏と蓮舫氏といった構図が想定されていました。ところが実際に東京都知事選挙が進んでいくと、石丸氏に対する注目度がどんどんと上がり続けていき、最終的には蓮舫氏が3位へと沈みました。得票数という意味では小池百合子氏が圧倒的な強さを見せたわけですが、しかし小池都知事の再選に対する反対票を吸収する形で石丸氏が大きく得票数を伸ばしたことも事実であり、その影響力は選挙後も残り続けることとなりました。そして今回の再生の道は東京都知事選挙に対する次の一手となる地域政党です。再生の道という何々党であるとか、名前のどこにも党が入らない形での地域政党です。こうした政党を立ち上げる場合においては、何か実現したい大きな政策を掲げたり、もしくはどんな立ち位置なのかを明確化するような主義主張、そういったものを掲げる場合があります。しかし、今回の場合だと再生の道ですから、どこにも党といった言葉は入っていません。今回再生の道という名前になった理由というのも、そうした政策やもしくは主義といったものを掲げないところに一つの石丸伸党としての特徴があります。石丸氏は現状認識について、まず今が非常にまずい状態であり、この状況を改善していくという、そうした問題解決能力を発揮することが今の政治に求められていることを述べています。ですから、その時々において適切な適時の判断といったものが求められるものであり、何かイデオロギーのようなもので集団形成をするのは目指す方向性としてはちょっと違うんだという話をしています。これは非常に正しいことであり、同時に非常に難しいことでもあります。なぜならば、物事はその時々によって状況が変わってくるものですから、何が優先順位として高く処理しなければならない問題なのかは、その都度変わっていきます。しかしそれは正しいのですが、じゃあ、その都度最適な判断を下す、そういった議員を集めますと言われても、それが本当にそうなのかどうかについては、選挙段階においてはちょっと判断がつきにくいものです。ですから、この再生の道というのは、現状に問題点がある、それに対する解決策を示していくための集団だという、この一点においては、支持を受けやすく、同時にはっきりとした政策がないことから支持も受けにくいという良さと悪さが混在する形となります。また、もう一つの特徴としては、再生の道は地域政党として東京都議会選挙に候補者を立てていきます。たとえ受かったとしても2期8年、それ以後においては選挙に出ず、そこで辞めるものという定義を設けました。これは石丸氏が以前から話をしていたのですが、政治家というものに就職するような形ではなく、問題解決を行うという仕事をする一時的なものであって、選挙に受かることだけが目的化してはいけないといったところを一つ政党の定義の中に組み込んだのでしょう。ただし政治家としての経験を東京都議会だけで終わらせずに、その後は地方議会や地方の首長などに挑戦することによって問題解決志向の活動を東京発の日本全国へと拡散させるといった構想なども掲げています。現在の東京都議会は自民党、都民ファーストの会、公明党といったところが大きな政治勢力であり、基本的には小池都知事の都政に大方賛成のグループたちです。ここに割って入るだけの大きな勢力を得るかどうかは、そこはやってみなければわからない部分でしょう。しかし、大きく議席を伸ばせば、それは次回の東京都知事選挙における石丸氏の再出馬についても大きな追い風となります。小池都知事による都政といったものが続いているわけですが、年数が経てば当然のように本人の年齢も上がりますし、また多選はおかしいのではないかといった批判も増えていくこととなります。いつの時代でももういいんじゃないのという声は当然のように上がるわけなので、その時
に誰に変わるかといったことを考えた場合、議会で応援する人たちがいるかどうかというのもまた一つ考える材料になります。東京都知事になっても議会では全員が全員反対だといったような状況では、やはり都政が空転しかねないことから、ちょっと票が入れづらいなと思う人も多く出ることでしょう。しかし、事前に東京都議会の中に味方となる勢力が存在すれば、東京都知事選挙においても、人が変わっても問題ないんだなと思えるような下地作りができるわけです。ただし、再生の道には一つの特徴として、党議拘束はかけないという話をしています。現状具体的な政策でこれだといったような話をしないのと同様に、この党議拘束をかけないといったものも、ちょっと理解を難しくさせる要因ともなっています。集団としてこれをやるんだぞとなれば、全員が一致団結してその行動を取るという一つの政治集団としての活動がちょっと分かりにくくなってしまいます。しかし、ここにも良い面と悪い面があって、ちょっとみんなバラバラかもしれないと思いつつも、それぞれの個性といったものを広く受け入れる余地といったものがあれば、それはそれでありという話にもなるわけです。このあたりどの程度の舵取りをするかといったところが、党首としての石丸伸二氏の手腕にかかってくることとなります。そして、このようなちょっと意見の異なる人も同じ政党にという話は、国政政党であれば自民党などがこれに該当します。自民党の場合だと党議拘束はかけるわけですが、その中にものすごく右側の人もいれば左側の人もいるなんていう話もあるぐらいに、思想的にはちょっと相入れない人たちも一つの政党の中にいるわけです。石丸氏の想定とはちょっと違うでしょうが、そのようなある程度の個性の共存といったものも受け入れるような形で、石丸氏は再生の道を運営していくのでしょう。そしてそのような個性についてある程度許容度を高めるために行われると見られるのが、リアリティショーのような候補者の発掘や採用を YouTube などで積極的に広報することだと言われています。政策面でこれだといった旗頭を立てない代わりに、一人一人の候補者が YouTube のライブや動画などで石丸氏との対談や活動などを通して認知度を上げれば、それはそれで一人一人の個性を受け入れつつも政策集団として認められるのではないかといったところが石丸氏の狙いでしょう。現状具体的な政策が掲げられてはいませんので、私自身はちょっと共感しようのない部分があるわけですが、しかし理念として今の日本がまずい状況にあり、それは国政選挙だけではなく地方議会においても問題解決に取り組む勢力が必要だというのはまさにその通りです。ですから石丸氏が活動を活発化させることによって地方議会にも多くの人たちの関心を向け、立候補する側も投票する側も活発化し、少しでも物事を良くしようというこの全体方向性については賛同します。あとは具体的に何をするのか、そこについての話をもうちょっと具体化させてほしいものです。それからが本格的な評価を下す時期かと思います。あと、それとはちょっと違うところでの話なのですが、石丸氏はオールドメディア、これまで長い歴史がある既存の報道機関、新聞や地上波テレビ放送などとの対立関係をよくしています。ここ最近だとテレ朝がバトルの中心となっているようですが、全国的にはちょっと分かりづらい構図なのかなとも思ってしまいます。というのも、私自身は長い間田舎に住んでいましたから、地方のテレビ局の場合だと、東京の主要局が全て放送されているわけではありません。インターネットを中心にして石丸氏の動きを追っている人であれば全部わかるでしょうが、そうでない場合においては全く放送もされていないような番組で石丸氏が出演し、その発言内容がバシバシとカットされた末にテロップで抗議したくなるような内容が付けられていたといったような話から、もうバチバチの戦いが始まってしまうと、そういった背景について追っていない人がいきなり見ると、一体何の話をしているんだろうという場合にして理解が追いつかないといった場面が多々発生しそうだなというふうに思ってしまいます。どんな流れからどんなバトルへと発展し、その後どんな対応をしているかといった前後の文脈全部を知っている人だったら、なるほどこういったことだねというのがわかるわけですが、バトルしている場面だけがいきなり現れると、石丸氏が何に怒っているかすらわからず、全国的にはちょっとこの人関わりたくないなみたいな形で敬遠される雰囲気が生まれてしまうんじゃないかなというのがちょっと懸念点とあります。すでにこの懸念点についてはある程度アンチが生まれる理由にもなっているように思います。というわけで今回は石丸伸二氏による地域
政党再生の道についての解説を行いました。現状は具体的な政策を掲げてはいないことから、私としては評価のしようがないといったところが現状認識です。ただ、政治に無関心な層や諦めている人たちに対する呼びかけとしては大きな力を見せているだけに、この動きそれ自体は私は良い方向へとつながってくれればなと願うばかりです。みんながみんな無関心な状態というのは結局のところ、既得権益を持つ人たちが組織的な票をもってして国政であろうとも地方議会でもあろうとやたらと根強い勢力を保ってしまうものです。そういった現状に少しでも風穴を開けることによって状況を変えることが今の日本には必要でしょう。というわけで動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。ちなみに石丸伸二氏については賛否両論あることもあり、動画へのコメントでもバトルをしないようにお願いします。支持する理由も支持しない理由も結局のところ紙一重の部分があり、完璧な政治家などどこにも存在しないといったことはある程度前提に置く必要があると私は思っています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。